今回はですね、ここに最後三日月をつけたいなと思っています。以前三日月のそのステップをネットで見て、ですごく可愛かったので調べたんですけど、結構お値段があんまり可愛くなかったので、作れるんであれば頑張って作ろうということで、今回ここにつけたいなと思ってます。現状の猫部屋は今こんな感じです。これまで壁一面に板を張ってウッド調にして、宇宙船とかステップ、ボックスなども設置していったので、この猫部屋の壁もかなり形になってきました。で、前回の動画の最後にここに三日月をつけたいなっていう話をしていたので、このパイン集成材と厚みが 2.5mm の合板を使って作っていく予定です。こう曲げて、こういうイメージで、こんな感じで三日月に作って、こんな感じで貼るイメージですね。このやり方で、はい、一回やってみようかっていうことに。もちろん5000円なんです。パールにしたい。白松材5本、これを並べていく感じです。ここまでは30センチあるから、この分は30センチでいって、ちょっと並べてみるか。1本分でこんだけで、これを量産していく感じやね。で、このカーブのとこはどうする？これ短くしていくの。ちょっとずつちょっとずつ測って、そう測って、多分斜めに切って、であとはサンダーでやすっていく感じ。前回の動画の余った M6 の寸切りボルト間隔をね、均等にしたいから。なんでこの幅で一回もうボンドでつけちゃおうと思います。今結構間空いてるけど、キューッと曲がるから、もっと間狭くなるっていう感じやね。で、あとはちょっとざっくりフリーハンドで斜めに一回切る感じで、終わりました。ここまで来たんですが、ちょっと考えた結果、端材、余った端材をこれでもいいっすか？仕方ない。それでほら、苦肉の策でどう32本、これで32本貼り付けました。断面が出ているんで、ここはちょっとサンダーかヤスリかけして微調整していくと。で、必要やったら後ろからネジ止めをします。一応しといた方がいいかもね。で、そう重りを置いてちょっと一晩ボンドがつくまで寝かせます。はい、ということで完全に乾いた板がこんな感じです。結構いい感じ。曲がる？どう？ M2.1 か 10mm サイズのネジで固定する感じ。やらかしました。こう割れてますね。ラスト。ムカつか。ネジがどう出るかやな。ネジどう出るかやな。ネジ逆にいらんかった説。あるかもしれん、もしかしたら。次このカーブのところをサンダーして綺麗にしていこうかなと思います。ヤスリを全面にかけました。貼り心地最強。いいんじゃない？いいんじゃないとか言うから。それだじゃん。褒められたらあかん。けなされてのミルコ。じゃあこれを切っていきます。はい。
じで、この空いてるところにネジ、止めていったらいけんちゃうんかな。20ミリ。えぐっていってる。これちょっと気になるな。ちゃんとカーブになってる。カーブなったな。なってるなってる。あ、すごいすごい。いい感じいい感じ。こう2箇所こう突っ張るみたいな感じで止める。次切った時の残りの部分を使って作っていきます。ほい。切りまして、一応こんな感じでちょっとヤスリかけて、今そこちょっと微調整しようかなと思います。ということでめっちゃやすってくれました。かれこれ1時間ぐらいやった。戦場行ってきたみたいになってるけど、ここある、もうこの丸みがすごい。オッケー。それぐらいが位置的にいいんちゃうかな。どう思う？それ痛い。よし。完成。かわいい。いやいや、このカーブがいいですね。ちょっと狭い？おお、かわいい。いいじゃない。結構なんかちっちゃめかなと思ったけど、2匹は乗られへんかなっていう感じやけど、いいサイズ感。いいサイズ感やろ。声でか。いや、これってマジで。かわいいかわいい。完成やろ、この壁はもう。こっちまだある。このね、この下の歪みも手作り感があっていいと思います。よう見たら、みたいな。けどなんかそれも味あっていいと思います。ということで今回はここまで。この曲線部分を作るのが結構大変やったんですけど、理想の三日月ステップを作れたと思います。で、今回かかった金額もなんと3000円台だったので、かなりお得に作れたんじゃないかなと思っています。このチャンネルでは主にお家の DIY 関係や猫たちとの日常を発信していますので、よければ高評価やチャンネル登録をお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。